もしあなたが今受けている最先端の治療が100年後の未来では野蛮で危険な殺人行為だと呼ばれているとしたら、笑い話ではありません。かつて人類最高の知性とされた医師たちが真剣に、そして善意から患者を死に至らしめる治療を行っていた時代があったのです。大量の血を抜く遮血、猛毒である水銀を一気飲みさせる水銀療法、そして赤ちゃんを黙らせるためにアヘンシロップを飲ませる。これらは単なるインチキ医療ではなく、当時の科学的パラダイムが生んだ論理的な帰結でした。この動画では薬と毒を分ける恐ろしくも曖昧な境界線をめぐる歴史を旅します。あなたの医療常識が根底から覆されるかもしれません。今からほんの150年ほど前まで、西洋医学は2000年以上もの間、あるシンプルな理論に支配されていました。それが死体液説です。人の体は血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の4つの液体でできている。健康とはこれらのバランスが取れた状態、そして病気とはそのバランスが崩れた状態であると。この理論は血液が多い人は陽気、黒胆汁が多い人は憂鬱といったように、人の気質さえも説明する万能の理論でした。では病気の原因が体液の過剰であるならば治療法は？答えは単純です。過剰な体液を体から取り除けばいい。そして最も手軽に取り除ける体液こそが血液でした。こうして人類史上最も長く、そして広く行われた治療法、遮血が生まれたのです。発熱、肺炎、ペストといった感染症から精神病、果てはニキビまで、当時の医師たちはあらゆる病気に対して遮血を行いました。その方法は様々です。ランセットと呼ばれるメスで直接静脈を切る静脈切開、皮膚に傷をつけ熱したガラスカップで血を吸い出す嗅覚法、そして医療用のヒルに血を吸わせるヒル療法。19世紀のフランスでは年間数千万匹ものヒルが医療に使われたといいます。驚くべきことに、この治療法は聖職者から理髪店の主人までが行うごく日常的な行為でした。当時の人々にとって遮血は現代の我々が風邪薬を飲むのと同じくらい当たり前のことだったのです。さらに遮血は占星術とも深く結びついていました。ゾディアックマンと呼ばれるこの図は、体の各部位と星座を結びつけた当時の医療チャートです。肝臓の病気なら肝臓とつながる星座がいい位置にある日に腕の特定の常略から血を抜く。遮血とは宇宙の秩序と人体を結びつける壮大な科学だったのです。16世紀のヨーロッパ、梅毒、通称偉大なる病が猛威を振るっていました。この恐ろしい病に対し、医師たちが最後の希望を託したのが最も危険な毒物の一つ、水銀でした。なぜ猛毒が薬になったのか。その論理は体液説の枠組みでは実に説得力がありました。水銀を摂取すると大量のよだれ、嘔吐、下痢といった激しい反応が起こります。当時の医師たちはこれを病の毒が体から排出されている証拠と解釈したのです。治療が苦しければ苦しいほど効いていると信じられました。ヴィーナスとの2分間、水銀との2年間。当時の警告が示すように、この治療は地獄でした。歯が抜け落ち、顎の骨が腐り、神経が侵され、そして多くが死に至りました。この恐るべき毒は梅毒だけでなく、より身近な病にも使われていました。その最も有名な患者がアメリカ大統領エイブラハム・リンカーンです。大統領になる前のリンカーンはうつ病、つまりメランコリーに苦しみ、
ブルーマスという水銀を主成分とする錠剤を常用していました。記録によれば、この薬を飲んでいた時期の彼は激しい怒りの発作を繰り返したといいます。これは水銀中毒の典型的な神経症状と完全に一致します。しかしリンカーンは自らの鋭い観察力でこの薬が自分を不機嫌にすると気づき、服用を中止します。後に南北戦争という極度のストレスの中、彼が聖人のような冷静さで国を導いたのは歴史が示す通りです。一人の人間の洞察力が医学の常識を打ち破った瞬間でした。しかし全ての毒がただの間違いだったわけではありません。毒草として知られたジギタリスから現代でも使われる心臓病の薬が生まれました。猛毒を持つベラドンナからは神経ガスの解毒剤が作られています。毒と薬の違いは物質そのものではなく、その容量と理解にあるのです。19世紀、ビクトリア朝のイギリス。咳、痛み、不眠、下痢、あらゆる苦しみを和らげる万能薬が社会にあふれていました。その名はアヘン。今の麻薬のイメージとは違い、アヘンチンキ、ローダナムは薬局や食料品店で紅茶や砂糖と同じように誰でも、そして安価に手に入れることができました。産業革命の過酷な労働と不安を和らげる、まさに神の薬。作家や芸術家から労働者まであらゆる階級の人々がアヘンを愛用しました。しかしこの時代の最も暗い闇は子どもたちに向けられていました。19世紀は規制のない特許薬の黄金時代でもあったのです。中でも大ヒットしたのがウィンズロー夫人の穏やかシロップのような乳幼児向けの鎮静剤でした。その効果は絶大。なぜなら主成分はモルヒネとアルコールだったからです。歯が入る痛みで泣き叫ぶ赤ちゃんをピタリとおとなしくさせることができました。これは単なる児童虐待ではありませんでした。工場で働く母親たちが子供を静かにさせて仕事を続けるための社会に容認された悲しい生存戦略だったのです。その代償はあまりにも大きいものでした。成分量がバラバラだったため、過剰摂取による赤ちゃんの突然死が頻発。生き延びても栄養失調や発達の遅れに苦しんだのです。遮血、水銀、アヘン、なぜこれほど長くこれらの危険な治療は続いたのでしょうか。その時代を終わらせたのは医学におけるある大革命でした。19世紀後半、ルイ・パスツールやロベルト・コッホらの研究により病気の本当の原因が発見されます。それは目に見えない敵、細菌でした。細菌説の確立、それは病気の原因が体内の不均衡ではなく外部からの侵入者であるというパラダイムの大転換でした。この瞬間、体液のバランスを整えるための遮血は論理的基盤を完全に失います。それどころか患者の抵抗力を弱めるだけの有害な行為だと証明されたのです。しかし2000年続いた常識はすぐには消えませんでした。細菌の存在が証明された後も遮血は19世紀の終わりまで広く行われ続けたのです。新しい理論を全ての医師が受け入れるには世代交代が必要でした。古い医学は論破されたのではなく、ただ時代遅れとなり忘れ去られていったのです。歴史は繰り返さないが韻を踏むと言います。19世紀のアヘン危機と現代のオピオイド危機、その構造は不気味なほど似通っています。どちらの時代も痛みを解決する奇跡の薬として登場し、企業の強力なマーケティングによって社会に浸透しました。そしてどちらも広範な依存症と社会を破壊する公衆衛生上の大惨事を引き起こしたのです。我々は歴史から何を学んできたのでしょうか。この歴史の旅路は我々自身に最も重要な問いを投げかけます。未来の世代は現代のどの医療を野蛮だとみなすのでしょうか。がん細胞を殺すために体ごと毒にさらす絨毯爆撃のような化学療法。未来では
水銀療法のように語られているかもしれません。脳という複雑な器官に対し抗精神薬を広く使うこと、未来の神経科学はこれを鈍器のようなアプローチだったと評価するかもしれません。ある時代の医学的真実とはその時代の産物でしかありません。遮血がかつて論理的だったように、この歴史が教えてくれるのは我々の知識の限界を認め、今日の確信に常に健全な疑いを向けることの重要性です。そして何より未来に対する知的謙虚さを忘れないことです。あなたは今の医療の何を未来の野蛮だと思いますか？ご視聴ありがとうございました。今回紹介した内容について皆さんはどう思いましたか？ぜひご意見や感想をコメントで教えてください。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。